こっちを見ろ。何かの間違いだ。こっちを見ろ。私を見習いたまえ。こっちを見ろ。やったぞ。でもよ、吉影。射程が。ふむ。こっちを見ろ。今回はシアハが賢くなった代償に爆弾下の射程を下げられたキラでソロ戦だよ。してはおけないな。おや、私はキラヨシカゲ。ふむ。おっといきなりジョリーンだ。開幕殴り合うにはリスクがでかい。今度はハイディオ様か。君を始末させてもらう。よしハイディオ様に奇襲成功。少人数戦で早くも厄介なキャラを一人倒せた。さてようやく調整の話だけど、キラはシーズン10の調整でアルティメットの屋内での追尾性能がアップ。シアーハートアタックの屋内での追尾性能が向上し、1階から放り込んでもしっかり建物の奥にいる相手に命中するように。ただし向上したのは屋内での話なので、屋根の上や屋上にいる相手にまでしっかり届く保証があるわけではない。そしてその代償として爆弾下の射程が減少。以前はリゾットのアルティメットよりもわずかに長かったものが、今では逆に1キャラ分ほど短い。姿を消して接近できるリゾットと違い、現在の射程で直接相手を爆弾化するのはかなりリスクが高い。特に近距離タイプに仕掛ける際は不意打ちや爆発を当てた時のスタン中に絞るのが無難。そのさっき、ただのサラリーマンじゃねえな。いかん最後の一人は丈太郎か。今回は4人マッチの少人数戦ですでにハイディオ様を倒しているので、残りのプレイヤーは丈太郎とジョリーンのみ。しかし射程距離内で時止めを先出しされたらキラではどうあがいても勝ち目はない。つまりこのマッチで勝つためには一騎打ちで時止めをされないために何としても丈太郎を先に倒さなくてはならない。ブロッキングもあるので殴り合いも不利な以上、キラで丈太郎にまともに勝つためには時止めを使われる前に爆弾を当てて一気に畳みかけるほかない。しかしこんな存在がバレバレの少人数戦で仕掛け爆弾を当てるのはまず無理だし、射程が下がった爆弾下を直接当てるのも現実的ではない。そこで考えられる数少ない有効打はアルティメット。しかし遠くから撃っても逃げられるし、近くで適当に使っても爆発前に時止めを使われて返り討ちになるのがオチ。なので見てから時止めが間に合わないようシアハをすぐ足元に射出して爆発させ、その隙に追撃をするというのが数少ない勝ち筋となる。キラークイーン。射程はわずかにこちらが長い、が本当にわずかな差なので間合いには注意したい。ブロッキングで押してくるようならシアハをぶち込むチャンスなのだが、明らかに警戒されてるな。うかつに使って足元に落とせなかったら爆発前に時を止められて終わりだ。最後の一人がブロッキングを無効化できて殴り合いに強いジョリーンなので向こうは時止めは使いたくないはずだが、やられるとなったら時止めの使用も躊躇してこないだろう。来るか丈太郎、時を止めてみろ。うっとうしいぞお前。シアハートアタック。私は人を殺さずにはいられないというサガを背負っているが、幸福に生きてみせるぞ。ギリギリだったがなんとか回避とシアハが間に合ったか。先にシアハを当てようと無理に距離を詰めなくて正解だった。ジョリーンに横槍を入れられる前に蹴りをつけられたので一騎打ちの前に回復もできそうだ。しかし残るシアハは1発、向こうはまだアルティメットが2発あると考えるとまたしてもよく考えて使っていかなくてはならない。ジョリーンは機動力が高いキャラなので遠くからシアハを使っても立体機動で簡単に逃げられてしまう。おまけに殴り合いではアルティメットで動きを止められた小殴りにされるので、避けられないタイミングかつアルティメットを撃たれる前にシアハを撃たなくてはならない。君の名を聞かせてもらえないか。おめえとは口を聞かねえって言っただろ。仕方がないな。こっちおとなしくしてな。キラクイーン。何あれ。チャンスだ。私を見習いたまえ。あなたの手、とても滑らかな関節と皮膚をしていますね。白くて可愛い指だ。キモいわ。シアハは当てられたものの爆弾下を外して爆破を失敗。しかし相手もとっさの回避で立体軌道に失敗したので、着地の隙をついて撃破。シアハ後の爆弾下はしっかり水平に構えてジャンプをせずに使う癖をつけないと危ないな。通常攻撃で追撃するという手もあるが、
シールドが満タンの相手は仕留めきれなかったりアルティメットで暴れられる可能性があるので爆弾化はそれを封じる意味もある。それでは次の対戦行ってみよう。誰も生かしてはおけないな。爆弾化の射程を犠牲に追尾性能が上がったシアハだけど、単体では相手を仕留めきるほどの火力がないのがネック。当たりやすい代わりに遠くから使っても着弾までに対策もされやすいので、やはり本体との同時攻撃で進化を発揮する。また2発使えるのも利点なので場合によっては厄介なキャラがいた時、早めに使って排除する判断も大事。あ、誰かこっちに来る。爆弾の設置場所をミスったけど今から仕掛け直しても音でバレるな。今だ。第一の爆弾。惜しい。階段に設置していたら爆発後の追撃で仕留められていたな。直接爆弾化はゲージ1本持っていくが、使用してから爆発までのタイムラグで暴れられた時のリスクが怖い。大ダメージを受けたらなりふり構わず突っ込んでくるプレイヤーも珍しくないので、先制攻撃を仕掛ける時は反撃が来ることも考えて距離を取らなくてはならない。まあ向こう側のアイテムは取り尽くしているし、倒しきれずとも丈太郎は後半厳しくなるだろう。さてこんなところに小シールドがあるが、すでにシールドは満タンだな。私のキラークイーンは触れたもの何でも爆弾に変えられる。まだ近くに気配がするので爆弾を設置。爆発と同時に追撃を入れられれば多少回復したところで一気に倒せる。お、ディアボロがいるぞ。トップクラスで最後まで残したくないキャラなのでここで仕留められると非常に嬉しい。おや？何爆発しない。爆弾がちょっと奥すぎて小シールドを取ってもギリギリ感知範囲外だったか。エリアを背負う羽目になってしまったが仕方ない。消えてもらう。こっちを見ろ。第一の爆弾。何？キラークイーン。うわ、爆弾か届かないのか。弱体化の影響がもろに出たな。まずい。お呼びじゃないぜ。おっと別の丈太郎もいたか、危ない。しかしさっきのディアボロは瀕死なのが負傷者の熱感知スキルでちらりと見えた。もう後半でろくな回復も見込めないのでまともに戦うことは無理だろう。ディアボロはシアハを使って崩しても十分なキャラなので結果オーライだ。これで少なくとも5人中2人は消耗状態。それを踏まえて後半戦に臨もう。さて終盤のエリアはこの建物周辺だ。まだ他のプレイヤーは外をうろついているので先客はいないはず。ここを抑えれば一気に有利になる。上の方で足音がするな。ジョリーンが立体軌道を使って一気に上を取りに来たか。ならば手で行くか。キラークイーン。私のキラークイーンにもちょっとした特殊な能力があってね。キラの爆弾は壁と天井の境目に垂直に設置することで薄い壁なら貫通して上にいる相手を爆破できる。これで2発命中。上のジョリーンはたとえ体力シールドマックスだったとしても、もうあとパンチ3発で確実に落ちる。そして下は時止めを使うほど逼迫しているようだな。こちらに登ってくる気配がないか常に警戒しつつ、上のジョリーンの排除を狙う。私の名前はキラヨシカゲ。今まで48人の手の綺麗な女性を殺しました。やかましゃ近寄るな。誰も爪が伸びるのを止めることができないように、持って生まれたサガというものは誰も抑えることができない。前向きに行動してるだけなんだよ。前向きにね。やろう。なるほど。おい、クソ、こっちを見ろって言ってるんだぞ。やかましい。君はすでに始末されてしまっているのだからね。ここまでか。しかし清々しい。なんて清々しい気分なんだ。狭さと位置関係ならば時止めを使ってもこちらの本体を叩くことは不可能。こちらはシアハの起爆に合わせて着地すれば確実に追撃を入れられるので圧倒的有利。基本的に丈太郎との一騎打ちが不利なキラでの数少ない対抗策となる。先に建物を抑えれば爆弾によって普通の近距離タイプでは登ってこれなくなるため、残りのキャラ次第で素早くポジションの確保に動くのが大事になる。先に他の厄介なキャラにダメージを与えておいたのも終盤有利に働いたな。それではご視聴ありがとうございました。